で、そういう面からいきますとね、私はそのうちみんな考えてほしいなと思ってるのは、小泉改革っていうのはどういうもんだったんだろうということをみんながですね、冷静に考えてもらうことも必要じゃないかと思います。あの時に小泉さんは私の友人ですけれども、2つのことを言ったんですね。自民党ぶっ壊すっつって。それから2番目はですね、郵便局改革すれば日本は良くなるっつって言ったんですね。で、自民党は確かにぶっ壊れ始めたかもしれません。しかし同時に郵便局の改革すれば日本は経済もすべて社会に明るさが出ると言ったということは本当にそうなんですかねと。確かに郵政改革は小泉さんの言う通りに実行されたんだけれども、逆に言えばそんなに日本の経済が良くはなってないし、今度のアメリカのサブプライム金融の危機の輸出によってかなり激しいことになっている。で、今回特に地方と中央の格差、それから正規社員と派遣社員の格差、こんなところが大きな問題になりますが、で、そういった小泉改革のそもそもみたいなものをみんなでもう一回議論する必要があるんじゃないかと思います。あの時はなんかみんな催眠術にかかってたような感じでしたね。で、私は小泉さんの友人です。YKK とかっていうのの創始者でございます。それで私と山崎さんが12、13年前ですね、ある日大晦日におい、我々も当選5回大臣も1回やったし、これから自分の選挙区で票を集めするというだけの政治家人生で過ごしていっちゃいけない。天下国家を論ずる話し合いの場を作ろうという電話を私が入れたんです。で、ちょうど紅白歌合戦の最中でしてよく覚えてます。我々は比較的スローテンポの歌なんか聞くとですね、聞けるなと思うんですが、当時小室哲哉さんの歌なんかが流行ってましてね、やたらと8拍子アップテンポのものがガン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 とくると、どの歌も似たようなもんだなと退屈になりまして、で、山崎さんの博多の自宅に電話したんです。じゃあ俺とお前ともう一人誰にするって言うから、じゃあ小泉さんどうだと言ったら、いやでは変わってるからねって言いました。その時にでも私は彼のような人がメッセージを出す能力の強さがきっと脚光を浴びると来るような気するよと。だから面白いから3人でやろうと言ってやったのが我々 YKK の始まりなんですが、勘は当たりました。勘は当たりました。と同時にやっぱりなんぼ勘は当たっても、僕はある組織の人間が、トップがその組織の悪口言いながら人気を博していくっていうやり方っていうのは良くないと思ってたんです。で、どっかの大学の老舗の大学の総長がですね、うちの大学はつまらん大学だなんつってマスコミに登場して、大学が有名になってさらに学生が来るっていうことあるかもしれませんが、いずれそんな大学はダメになります。だから私はど
どうしてこういうことがうわーっとですねブームになっちゃうんだろうっていうことを常々思ってました。